こんにちは、あおいです。今日はほうれん草のすまし汁の作り方をご紹介します。ほうれん草にはビタミンや鉄分が多く含まれているので、お子様の成長にもとても大切な食材になります。今までの動画のレシピは副菜としてほうれん草をご紹介していたんですが、今日は汁物として美味しく食べる方法もご紹介していきます。それでは早速作っていきましょう。保育園管理士あおいの給食室。今日はほうれん草のすまし汁です。まず野菜を切っていきましょう。えのきは石突きを取って、きのこ類っていうのはお子様にとって噛み切りにくい食材になりますので、短く切るっていうのが基本です。根元の方はつながってるので、上の方から切っていくとばらけずに切ることができます。で、このね、根元の方は軽くほぐしておきましょう。このきのこをね、こうやって裂くのってすごい簡単にできるので、お子様の食育としてもね、きのこを裂いてもらうっていうのをやってました。で、これをね、味噌汁に入れてあげたりとか、あときのこご飯として炊いてあげると、自分がやったね、きのこが入ってるっていうのでね、お子さんはよく食べてくれるようになります。えのきはこんな感じで 1,2 センチ幅くらいに切っていきます。次はほうれん草を切っていきましょう。ほうれん草は根元の部分を切り落として、この根元の部分にたくさん土がついてますので、よく洗いましょう。保育園では3回水を変えて洗っていきます。よく洗ったほうれん草はだいたい 2,3 センチ幅に切っていきます。葉の部分はこれだとまだ長いので、さらに横とか斜めに刃を入れて細かく切っていきます。こういった葉物の繊維っていうのも意外とお子様が噛み切りにくい食材になるので、葉の部分は細かく切る方がお子様にとって食べやすくなります。今切ったほうれん草を下茹でしていきましょう。ほうれん草はえぐみとかアクが強い野菜になりますので、すまし汁とか味噌汁作る場合は直接汁に入れるんではなくて、一旦下茹でをしてから後で入れるっていう形にしていきます。それと下茹でしておくことで、このほうれん草の綺麗な緑色の色味も残しておくことができるので、そういった理由でも一旦茹でるっていうのがおすすめです。ほうれん草は茹ですぎてもビタミン C がどんどん流れてしまいますので、2分経ったところで火を止めてざるにあけていきます。ざるにあけたほうれん草は流水でよくすすいでアクをしっかり取り除きます。出汁を取っていきましょう。ざるに昆布を入れたらお鍋にセットします。ちなみにこのざるどこのですかっていうコメントをいただいたんですけれども、これは100均の味噌こし器になります。保育園ではこういう取っ手がついてないこういうね、ざるをそのまま鍋にドンと入れるっていう形にしてるんですけれども、ご家庭だとそんなに量もないので、こういうね、味噌こし器使うとすごく便利です。そしたらお水を入れていきましょう。昆布は水から煮ていきます。お水入れたら火をつけます。時間がある時は弱火でじっくりと煮出してください。保育園で時間がないという時は強火にかけて沸騰直前で取り出します。昆布と鰹節、私はこんな感じでこういった密閉容器に入れてます。でね、昆布はご家庭で使う時って丸々1本使うこと少ないので、もう事前にね、こういう形でハサミでカットして小さくしておくと使う時にとっても便利です。お鍋の周りに小さい泡が出てきたんですが、こうなったら昆布はもう取り出します。泡が大きくなってくると昆布のえぐみが出てきてしまいますので、必ず沸騰直前で取り出しましょう。昆布取り出したら一旦ざるを戻して沸騰させます。昆布だし沸騰させたら、ここに鰹節を入れていきます。鰹節入れたらここでもう火を止めて、このまま鰹節が沈むまで約3分待ちましょう。3分経ったので鰹節も取り出しましょう。触らずにそーっと取り出します。鰹節取り出したらまた沸騰させていきます。
だし汁沸騰したら先ほど切ったえのきを入れていきましょう。今日は火が通りやすい食材だけなのでとっても簡単に作れます。えのき入れて沸騰してきたらここに調味料も入れていきましょう。まず醤油を入れていきます。だし汁しっかりとってますので少量の醤油でもしっかりと味がつきます。とお塩も入れていきます。とここにお塩です。ちょっとね見えないんですけど塩入ってます。そしたら弱火にしてもう少しこれを煮ていきましょう。煮ている時に蒸発して少なくなっただし汁分はお湯を加えてさらに煮ていきましょう。すまし汁のポイントです。保育園のすまし汁は大人が美味しいと感じるだいたい半分の量の食塩量で作っていきます。この食塩量っていうのは年々必要量っていうのが実は下がってきているんですね。でお子様が1日に必要とする食塩量っていうのはだいたい塩小さじ1/2分の1ぐらいが1日の適正量になりますので、なるべく毎日摂る汁物は薄味で作るのがおすすめです。だいたい10分ぐらい煮込んだら火を止めてこれで完成です。ほうれん草はっていう風にね思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、茹でたほうれん草はこの中に入れてしまうとせっかくねこの色味を残してたのに色がくすんでしまいますのでワン盛りにしていきます。茹でたほうれん草は和え物じゃないのでギュッと絞る必要はないんですけど、ここで軽く手で押さえて水分を少しだけ切ってからお椀に入れていきます。まずお椀の中にほうれん草を入れて、そしたらここに先ほどのすまし汁を入れていきます。こんな感じで別盛りにほうれん草を入れてあげるとこの緑色がねしっかりと残った状態でお子様に提供されますので、こうやって盛り付けをしていきます。ただね保育園だとなかなかこれ時間がなくてできないっていう場合もありますので、そういった場合は本当に提供直前のギリギリでこのほうれん草を鍋に入れるっていう風にやって盛り付けをしていきます。葵の給食室。給食嬉しいな。折ってても綺麗になりました。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しい。口に入れた瞬間に美味しい。美味しい。何このすまし汁、最高。調味料は少なめなのでかなり薄味なんですが、出汁をしっかりとってますので大人でもしっかりと味を感じられるくらい美味しくできています。ほうれん草はビタミン C 残すために茹で時間すごく短くしています。なので食感が若干残っている状態なので、もしほうれん草がちょっと苦手っていうお子様はもう少し煮込んで柔らかくしていくのがおすすめです。なかなかほうれん草は副菜として出すと進まないっていうお子様も多いんですが、汁物の中に入れればお子様でも葉物がすごく食べやすくなりますので、ぜひほうれん草のすまし汁作ってみてください。このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。